皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢を取り上げていきます。日本ではだんだんとウクライナ情勢についての話が減っているというのが現実なので、このチャンネルの動画でぜひとも情報のアップデートにお役立てください。それでは今日取り上げる話題はこちらです。今日取り上げる話題は主に5つ。1、パトリオットミサイル前線へ。1日でロシア軍戦闘機3機撃墜が報告されました。2、欧米からウクライナへの戦闘機支援。F16 戦闘機の引き渡し準備。第1陣18機が発表されました。3、ウクライナ軍兵士50万人の入れ替え要望が軍から提出されたそうです。4、ロシアの公正人海戦術、中絶権利の剥奪運動といったものが政治主導で進められています。そして最後に戦況の詳細をご紹介します。まず最初にパトリオットミサイルの活躍について取り上げましょう。場所は南部戦線。パトリオットミサイルがどこに配置されたかは当然のように軍事機密ですから定かではありません。しかし、前線近くに置けばこのぐらいの範囲はロシア軍を睨むことができますよというのがこちらの図です。そして、今回戦闘機が落ちたのではないかとされる場所が炎のマークで3つ入っています。この3機撃墜についてなのですが、ロシア軍は3機ではなく2機だというような表現もしていますし、実際のところ2機なのか3機なのかは定かではありません。しかし、撃墜もしくは事故による墜落といったものが発生したこと、それ自体は否定する情報はありません。そして、パトリオットミサイルではないかという想定がされているのは、ウクライナ軍の持っている対空ミサイルだと、この範囲をカバーするだけの射程距離がないと見られています。そのため、アメリカかドイツから供与されたパトリオットミサイル以外にはちょっと考えられないとされています。そして今回撃墜されたであろう戦闘機がスホイ34です。ロシア軍にとっては古いものではなく新しい方の部類の戦闘機ですから、これが撃墜されたというのは衝撃でしょう。ただし、ステルス戦闘機ではない以上、性能のいい対空レーダーに見つかって撃墜されるといったことは避けられません。これまでウクライナ軍の対空ミサイルの射程範囲外から攻撃していたので油断していたはずです。これまでロシア軍の戦闘機は前線を突破するのではなく、あくまでもウクライナ軍の対空ミサイルにやられない少し遠いところから滑空爆弾という少し飛距離を稼げる爆弾を使ってウクライナ軍に対する攻撃を行ってきました。ロシア軍としては自分たちにとっては安全だと思えるところから爆弾を放つことができるので、滑空爆弾は非常に重宝されていたのです。ところがここに来て撃墜されてしまったものですから、ロシア軍の行動にも変化が起こるかもしれません。さて、それではなぜ南部戦線にパトリオットミサイルが配置されたのでしょうか。これまでパトリオットミサイルといえば、首都キーウのような大都市圏を守るための防空兵器として配置されるのが普通でした。そうした場所ではなく南部に配置された理由というのは、プーチン大統領の発言に原因が求められるかもしれません。つい先日のことですが、プーチン大統領は、この南部戦線まだ占領していない都市、貿易港オデーサはロシアのものだと発言をしていました。これは現在東部戦線において激しい攻勢に出ているロシア軍。次の目標は南部戦線のおそらくは海沿いの地域を攻めてくるのではないかと見られる。そうしたこともあって南部の守りを固めたいウクライナ軍の意向があったのかもしれません。ちなみにパトリオットミサイルといえば先日、日本でライセンス生産されたパトリオットのミサイルがアメリカ向けに輸出されることが報道されていました。アメリカはウクライナへパトリオットミサイルを供与し、それに伴って在庫を少しずつ減らしてきました。そこで在庫を埋めるためにも日本へと白羽の矢が立ったわけです。なおアメリカが在庫からウクライナへ供与するのに対して日本で製造されたものはウクライナへ渡るわけではありません。いわゆるこれを3点方式の支援といって日本はあくまでもアメリカの在庫を埋めるために生産し渡すだけでそれがウクライナへ渡るというわけではないわけです。私自身はウクライナに対して軍事支援すべきだという派ですからそのようなまどろっこしいことをせずにウクライナに対してパトリオットミサイルをガンガン渡してロシア軍の戦闘機を落としてしまえばいいと思うのですが、現在の法律においてはまだまだそうした軍事支援ができないのが現状です。次に F16 戦闘機ウクライナへ引き渡しの話が進んでいます。オランダのルッテ首相はロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行いました。その場においてウクライナが要望していた F16 戦闘機の供与をめぐり最初の18機を引き渡す準備を始めると
表明があったそうです。ゼレンスキー大統領はオランダの計らいに感謝の意を伝えました。さて、F-16 戦闘機がウクライナに来るとなって、これで戦況が大きく変わるかといえばそういったわけではありません。先ほどパトリオットミサイルがロシア軍の戦闘機を撃墜しましたよという話をしました。ロシア軍の戦闘機も今回供与が進む F-16 戦闘機にしても同じ共通点があります。それは非ステルス戦闘機だということです。どちらもステルス性能はあんまりないものですから、対空レーダーに引っかかると撃墜される危険性があります。ウクライナ軍の方にパトリオットミサイルがあるように、ロシア軍の方も S-400 という対空ミサイルがあり、前線を飛び越えてウクライナ軍の戦闘機が爆撃して回るといったことは、たとえ F-16 戦闘機が供与されたとしてもできないことです。基本的に F-16 戦闘機は、これまでウクライナ空軍が失ってきた戦闘機を穴埋めし、そして戦力を向上させるといったことを果たします。しかし、それ以上のいわゆるゲームチェンジャーではないといったことは注意しなければなりません。F-35 戦闘機のようなステルス戦闘機が供与された場合は、ちょっと明確に影響が出るとは思うのですが、そのような最新鋭の戦闘機が供与される見通しは全くありません。じゃあだからといって無駄な供与かといえばそうではありません。F-16 戦闘機に積むミサイルの性能といったものによっては、これまで以上に対空戦闘においてウクライナ軍が領空を守りやすくなります。パトリオットミサイルだけではなく、F-16 がより射程の長い対空ミサイルを装着することによって、より広い空を守ることができれば、ロシア軍の攻撃を緩和することができるのです。次の話題。ウクライナ軍兵士50万人の入れ替え予防。ウクライナ軍はこれまで2年間ずっとロシア軍との戦いを続けてきましたが、その間の兵士の休養といったものが非常に大きな問題となっています。一旦前線に行った人たちは負傷したりしなければなかなか家に帰れないといった問題を抱えています。永遠に戦い続けるのはメンタルヘルス的にもやられますし、実際戦闘が続けば休息を取ることもできず、体力面においても問題が発生し、判断が鈍ればそれが原因となってちょっとした判断ミスを起こしたことにより命を失う人も多く出てしまうでしょう。そうしたこともあって軍としては多くの兵士たちに休息を取らせるためにも50万人規模の新兵を訓練し、前線の兵士たちと入れ替えたり休養に出したりすることを実現してほしいとの要望が出ています。これだけ多くの人たちを新たに集めるとなると訓練も必要になるわけですし、またこれだけの人数を集められるのかといった問題なども生じます。現在イギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパ各国でウクライナ軍の新兵訓練などが行われていますが、それはあくまでも1万人、2万人といったそのぐらいの単位での訓練ですし、50万人となるとアメリカも巻き込んでの大規模な外地訓練が必要となるでしょう。ウクライナ国内でこれだけの人数の訓練を行うのはちょっと難しいです。このあたりも欧米からの支援がどこまで続いていくかに課題を抱えています。次に、ロシアの攻勢が今人海戦術によって行われていることは毎回のようにお話ししていますが、それに伴う一つ政治的な動きがロシア本国で起こっています。それが中絶権利の剥奪運動です。AFP 通信より、もっと兵士を埋め、ロシアで中絶阻止の動き強まる。ロシアではウクライナ侵攻開始以降、急激に保守化が進み、国民の暮らしも変化した。影響が及んでいる問題の一つが、女性の中絶権だ。宗教色のより強い多くの西側諸国とは違い、ロシアでは何十年も前から中絶は合法で、この問題で社会が分裂することもあまりなかった。中絶の権利を認めるか認めないかという話は、主にキリスト教などから中絶を許してはいけないといういわゆる宗教問題として語られることがあります。しかしロシアにおいてはそうした問題はこれまでなかったそうです。だがここ数ヶ月で雲行きが変化している。各地でロシア正教会の要求に屈し、民間クリニックでの中絶を規制しようとする動きが相次いでいる。国営クリニックを運営する保健当局は政府の方針を強化し、女性たちに中絶を思いとどまらせようとしている。当局は出生率の向上が目的だとしているが、権利運動家たちはウクライナ侵攻後の広範な弾圧の一環だと見ている。ジョージアに亡命中のフェミニスト活動家レダ・ガリーナ氏は、戦争中の国家にはこの種の法律が常につきまとうと指摘した。
今回の措置はロシア人女性に対し家にいてもっと兵士を産めという明確なメッセージだと語った。中絶をめぐり、プーチン大統領は先週、禁止には反対するものの、中絶は国益に反すると発言。人口問題を解決するために、女性には子供の命を守ってほしいと訴えた。1990年代以降、人口減少が急速に進む中、プーチン氏は出産を促すための経済的奨励策を掲げてきた。だが、ウクライナ侵攻以降、そこに新たな意味が生まれた。政治アナリストは、中絶は今や国家の存続問題とみなされていると説明する。また、プーチン氏が政府方針に抵抗するあらゆる社会的立場について、西側諸国の策略だと見ているとも指摘した。中絶もその一部だ。女性の中絶を認めることは、ロシアの人口問題を悪化させようとする西側の策略だと考えている。ロシアの中絶反対派は、かつては少数派だった。だが、ウクライナ侵攻によって以前よりも過激な提言ができる政治的環境が生まれたと政治アナリストは言う。来年3月に大統領選を控えて戦争や経済状況について話すことができない時期にロシア国民に意図的に与えられた話題が中絶をめぐる議論だと指摘。さらに当局は女性にもっと子供を産ませようとするのではなく人口減少の主要因となっている男性の創生を解決すべきだと批判した。しかし、若者から壮年期まで非常に多くの男性がウクライナの戦場へ送られている今、男性の寿命に関する話はタブーだ。まずパトリオットミサイルなのですが、基本的に西側から供与される兵器は、一般的に言ってロシア軍の兵器よりも高性能であることが多く、パトリオットミサイルはその象徴的な存在でもあります。ただし、攻勢に出るための兵器ではなく、あくまでも守りのための兵器ですから、ロシア軍の攻撃を緩和することはできても、ウクライナ軍の領土奪還のための兵器ではありません。ここ最近のウクライナ支援の関心の低下といった問題もあって、ドイツは巡航ミサイルタールスの供与についてもはや言及もしなくなり、アメリカにおいても支援予算についてごたついているぐらいですから、同じくハイマースの長距離射程ミサイルについての供与も全く目処が立たなくなってしまいました。それだけに今ウクライナは支援の激減に伴って戦略の大方針を変えざるを得ず、ひたすらロシアに対して打撃を与え続けて状況の変化を待たなければならないという非常に苦しい立場になっています。そしてそのようなウクライナに対して猛攻を仕掛けているロシア軍なのですが、その猛攻のかけ方というのも非常に人海戦術に頼ったもので、被害度外視といったものがはっきりとして現れています。この後の戦況解説、それでどのような実例があるかが話題になっていたのでご紹介しようと思います。そして人海戦術に伴って多くの男性が死ぬ、それに伴う今後の人口構成の歪さといったものを少しでも埋めようとして、今まさに政治主導で少しでも子供を増やそうとする。その政策の一つとして中絶権利を奪おうとする動きが広がっています。なお、この記事の中では積極的にロシア正教会が関わっているという話をしていますが、ロシア正教会はプーチン大統領と非常に密接な関係を築いていて、その組織のトップはプーチン大統領とお仲間です。私腹を肥やすことが非常に約束された立場なので、プーチン大統領のウクライナ侵攻にも非常に積極的に賛同し、兵士たちにはウクライナの戦場において彼らを殺すことが非常に正しい行為だと宣伝して回っているくらいです。ですから女性たちの権利を奪うというのはこれまでは容認していたんだけれども、政治的な理由をもってして活動を強化したと考える方が自然でしょう。それでは主だった戦場についての解説をしておきましょう。ロシア軍の占領している地域は赤く塗られています。この地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。東部戦線、クピャンスクからバフムト戦域における戦況図。ロシア軍の攻勢が続いています。今大きな問題となっているのが、全戦線でウクライナ軍の砲弾不足が深刻化していることです。これは、ロシア軍が継続的に攻撃をしてくるのに対して、ウクライナ軍の方は、供与される弾薬数についても減少が見られ、それに伴って対抗するのが困難になっていることが、前線に対する悪影響をもたらしています。砲弾というのは第一次世界大戦当時からある伝統的な兵器なわけですが、伝統的だろうが新しかろうが変わらないのが、火力があればあるほどより戦局を有利にできるという本質そのものについては変化していません。そして東部戦線最も激しい戦いが続いているアウディーイウカ戦役、こちらにおいてどれくらいの問題が発生しているか非常に具体的な数字が出てきたのでご紹介しましょう。
アウディーカの町は町の3つの方面において激しい戦闘が続いていますが、その中でも最もウクライナ軍にとって厳しい戦いが続いているのが町の北側です。この町の北側でどのような状況が発生したのか、現地の状況を知るウクライナ軍兵士のインタビューなどがあったのでご紹介します。それは、ウクライナ軍の陣地500人程度が守っているところに対して、ロシア軍は5000人規模の部隊が3日間連続入れ替わり立ち替わり3つの部隊が攻撃し続けてきたといったことがあったそうです。待ち受ける方が基本的には被害は少なく、攻める方が被害は大きいという大原則はあるものの、そのあまりにも兵士数の差が大きいといったこともあって、全ての攻撃を退け続けるのは非常に困難です。戦いが進む中において、当然ウクライナ軍の方にも被害が出ますから、たとえ守りに徹していたとしても、どうしても弾薬が尽きたり、補給が間に合わなかったりして、陣地を放棄して後ろへ下がらざるを得ない場面といったのもあったそうです。これら多くの兵士たちがこの町を継続的に守り続けてきたいわゆるベテラン兵たちで、新兵の補充が間に合っていないことから、こうした人数を例えば守っている方を2000人3000人に増やして弾薬をしっかりと補充するといったこともなかなかうまくいっていないのが現状です。だからこそ軍は50万人程度新しく兵を集めなければならないと提言しているのは、そうしたベテラン兵たちにも休ませなければならないし、ベテラン兵を補助するために多くの兵士たちがもっともっと必要だという現実があるわけです。アウディーイカの町はそれでもなんとか持ちこたえている状況ですが、前線全体で砲弾が足りないといった問題はあるわけなので、足りない中でもよく持ちこたえていると表現できるでしょう。しかし一方において持ちこたえられないところもあるわけで、それがアウディーイカの南ノボミハイフリカです。こちらの集落は明らかにロシア軍の攻勢に屈している形で少しずつ状況が悪化しています。地図を俯瞰した場合においては、ウクライナ軍の戦線それ自体はまだ大きく破られているわけではありません。しかしそれはあくまでも現場レベルでの前線が続いているからなんとか持ちこたえているといった話で、決して楽々ロシア軍の攻勢を撃退できているわけではありません。そしてロシア軍の人海戦術がより有効になってしまっているのが欧米からの支援の減少です。例えば砲弾一つとっても、砲弾があることによって人海戦術、特に歩兵突撃に対して有効で、陣地に近づく前に多くのロシア軍兵士を倒すことができます。しかし砲弾が不足すれば、歩兵の突撃というちょっと前時代と思えるような戦術であっても、陣地にまさになだれ込んでくるような形で戦いが始まってしまい、歩兵同士の数の戦いとなってしまったら、今度は人海戦術で人数が多い方が有利といったことになってしまうわけです。それだけに飛び道具がどれだけ揃えられるかといったのが今の戦場には非常に重要なことです。そしてこのような非常に厳しい状況での戦いというのは、これまでのような被害比率といったものを大きく変えることとなります。ロシア軍が人海戦術を使ってきても、支援があれば多くの兵士たちを打ち倒し、ウクライナ軍兵士たちの消耗も抑えることができます。しかし、より近接戦闘がどんどんと増えてくるようなことになれば、ウクライナ軍兵士の死傷者もどんどんと増えるわけで、こうなってしまうと、どれだけの兵士を動員できるかという、より泥沼の戦いへと発展してしまいます。そして人口が多いのはロシアの方で、ウクライナの方が人口が少ないわけなので、当然このようなどっちの方がより兵力を確保できるかといった話になってしまうと、ウクライナの方が自力は劣ります。こうした問題を解決するためには、結局のところ欧米からの支援がもう一度再始動しなければならないわけで、それまでにはまだまだ政治的な駆け引きがEU 内でもアメリカにおいても行われるでしょう。それに時間がかかればかかるほど、ウクライナの人たちの多くの命が失われるわけなので、なんとかそれぞれの話し合いが少しでも前に進んでほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。